皆さんこんにちは。さて先日契約から2年半越しにシビックタイプ R が納車されました。この車納車されてから1ヶ月ほどの期間が経過したんですけれども、結構いろんな場面で乗っています。この車、乗るたびに思うのは、買ってよかったなという、そういった思いであります。でこのシビックタイプ R という車を契約するというところ、これに至った要因というか後押しされたポイントというところは、実は私が過去お世話になっていたホンダさんのディーラーの営業さんの影響というのがあったかなというふうに思っています。ちょうどこのシビックタイプ R っていう車が発表された時、この車が展示車であったりとか、全国のディーラーさんでも見れたりとか、市場とかそういったことができたタイミングでもう一つ車出てたんですね。何かというと ZR-V という車です。私は ZR-V っていう、この車を欲しいと思っていて、展示車であったりとかそういった実車ですね。実際2023年の5月っていうところが納車だったんですけれども、ディーラーさんには2022年に展示車であったりとかが到着していて、それが全国のディーラーさんを巡ったりとかキャラバンみたいな感じで動いていたと。でこの ZR-V を実車が見れますよというお話があって、じゃあ行きましょうと言って、その実車が見れる店舗に営業さんと一緒に行って、でそこでこれが ZR-V だとかっこいいな、いい車だなと、そもそも私はもう契約をしていたのでこの車が来るんだっていうところのイメージもできて、想像通り ZR-V 良さそうな車だな、まだ乗れてないし試乗もできないけれど良さそうだなっていう形で再確認をしたりとか、そういうふうにしていたんですけれども、シビックタイプ R に関しても同じタイミングで実車が出てきてたんですよね、ディーラーさんの方に。もともとこのタイプ R ってかっこいい車だし、映像であったりとかカタログとか見るとすごい車だなと。でもこれって自分には縁がないというか、サーキットに持って行って走る方にとってはすごく欲しいっていう車かもしれないけれど、自分みたいに特に一般道では高速道路普通に使うっていう車を持つ人間としては買っても持て余しちゃうだろうし、多分自分が乗ることはないかなというふうには思っていました。自分が新しい FL5 を買う姿ってその時は想像できていなかったんですよね。だったんですけれども、実際その ZR-V の車展示されているものを見に行った時に横にタイプ R の実車チャンピオンシップホワイトの車が置いてあったんですよ。その営業さんも実はシビックタイプ R 契約もされていて、もう欲しい、そもそもホンダが大好きだというところでそのホンダさんの営業になったという方だったので、特にそのタイプ R は欲しいということで、ご自身も契約をされていて、そういった意味で、ちょっと見ていきますかっていうこともあり、そのタイプ R も紹介してもらったんですよね。でどれどれっていうふうにタイプ R を見に行ったんですけれど、そうしたら外の見た目もかっこいいし、内装もすごかったし、これ何っていう驚いたっていうところでありました。その魅力にやられたんですけれども、結局実車を見て触らなければ契約しようって思わなかったので、紹介してくれたその営業さん、その方のおかげで、そのタイプ R っていう車、自分には縁遠いかなというふうに思っていた車を買うに至ったと、すごく感謝しているところであるかなと思っています。じゃあまず ZR-V のオプションであったりとか、いろんな話をちょっと少しして、じゃあありがとうございましたといったところで、タイプ R はまだ契約はできるんですかねっていう話をして、まだ大丈夫ですっていう。でその数日後には、もう契約自体ができなくなってしまったっていうところなんですけども、まさにその直前のところで、まだ大丈夫ですと。でカタログもあって、でこれ見ながらどうしようかっていうのを考えて契約しようって言って、契約をしたというところでした。そこから2年半ずっと納期長かったんですけれども、
その営業さんとはディーラーで会うたびに、タイプ R 楽しいですねっていう話とかをしてました。2年半納車まで時間かかってしまったんですけれども、その間、その納車までその営業の方がいらっしゃらなくて、途中でちょっと退職をされてしまったというところではあったんですけど、今はもういない営業さんなんですけれども、その方には非常に感謝しかないかなというふうに思っています。納車されて、やはり実際自分のものとなって遠慮なくね、扱えるというか、遠慮なく好きに車を動かせるようになって走ってみて、やっぱりすごくいい車だなと。で、サーキットという厳しい環境で走らせることを想定しているんですけれど、でもね、一般道であったりとか、高速道路とか、通常の環境で走っててもやっぱりすごい車だなというところをひしひしと感じて、この辺りすごく感動をしている。で、これまであまり知らなかった世界だったなと思っていて、私はタイプ R を契約したところから、GR86 乗ってみたり、BRZ 乗ってみたり、買ってみたりということですね、して乗ってきたわけなんですよね。そういう意味では、これまではもう SUV とかコンパクトカーとか、そこが中心、もしくはステーションワゴンの車とか、ああいったものを中心だったところで、そのスポーティーな車を実際に乗るっていうところ、そこの世界を教えてくれたというところでもね、とても感謝だなというふうに思っています。ですので、納車後のね、タイプ R、もし営業さん残っていれば、実際にその営業さんもタイプ R のオーナーなので、タイプ R の良さであったりとか、ここ面白いですよねっていうところをですね、言い合いたかったなというふうに思っています。まだ今ね、試乗動画、私がタイプ R 試乗した時の動画に横に座ってる方なんですよ。なので、本当にエンジン回していく時にも、2人でわーってやっていた映像残っているんですが、方とね、いろいろお話し合いもね、そういったしたかったなっていうふうにも思っているというところです。で、もうその営業さんいらっしゃらないんで、もうこういった話がもう直接できないところなので、他方で私は YouTube をやっていて、動画の方いろいろ世界に向けて発信ができるので、ちょっとある意味処刑の内容ではあるんですけど、その営業さんへのメッセージも込めて、元営業さんですね、へのメッセージも込めて、ちょっとこういう動画の方を撮影させていただいたところでございます。今回の動画面白かったなと思っていただけたでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュチュ TV では今後もホンダ車に関する動画の方をいろんな多面的なところで出していければというふうに思ってますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。